じゃあちょっとね、このシエンタ、ハッチから3列目にアクセスすると楽なので、ちょっと自分入ってみたいと思います。身長はね、このぐらい、自分172センチです。じゃあ、行きますね。じゃあ、前進みます。足を上げて、ふって感じで、ちょっとこの辺高いですかね。でも、そんなに無理なく入れます。こんな感じです。シエンタの内装、リアシート編です。前半が使い勝手や着座感、後半がリアシートでドライブしながら走行中の快適性など述べています。内装フロントシートや走行フィールなど別動画になりまして、シエンタの動画は少なくても5本アップしていく予定です。じゃあちょっとね、座った時の着座感。まずね、座面は、少し薄めというかね、気持ち固めで、長さもね、このくらいです。そんなにね、余裕のあるサイズではないです。ただね、足元は結構余裕があります。これ見えるかな。このくらいね、上下できるほど2列目シートの下が空いてますので、足ね、自由が利きます。で、今ね、2列目一番前なんですけれども、この状態で、そうですね、膝前が手のひら1枚か2枚ぐらいの形になります。頭上はね、もう余裕ですよね。ヘッドレストはね、やっぱり伸ばした方が座りやすいです。じゃあ今度2列目に乗ってみたいと思います。開けてね、こっちに回りますね。こんな感じ。まずね、このシエンタ、ここね、足が入んなくて、不安がないです。足のね、靴がほとんど入らない。ここね、安全のためにいい部分だと思いました。で、ここに足を乗っけて、スルンとお尻を落とすとシートがあるような形です。でフロアもね、もう全然フラットですね。中央から足元までフラットです。で座った感じなんですけれども、座面高がしっかりあるので、ここがね、自分の体型ですとここに隙間ができなくて結構座りやすいです。今シートの位置は一番後ろで、背もたれも一番後ろに、寝かしています。そうですね、引いて座ってもよし、伸ばして座ってもよし。ちょっと足組んでみましょうか。足組むと、ちょっとこの辺はフリードの方が余裕あるかな。でもフリード座面低いのでね、一長一短でしょうかね。座面は割合しっかりしたクッション性があって、もう全然座っていられます。あとね、2列目がフロントシートより一段高くなっているので、見晴らしいいです。ここをね、実際走っていると開放感ありますね。で、床はフラット。それからですね、そんなところかな。続きまして今度は、182センチのスタッフに座ってもらいました。で、2列目シートも一番後ろです。この状態で、足元やっぱりシートの下入りますね。彼、足も、ね、大きくてね、29センチとか結構オーダーメイドの靴じゃないと入んなかったりするんですけれども、それでもね、座れますね。ももの後ろはどうでしょうかね。引くとさすがに浮きますけれども、引かなければね、座ってられるような感じですね。見た感じ、頭上も余裕です。じゃあ、まず3列目のアクセスするところからちょっとやっていきたいなと思います。まずね、3列目にアクセスするためには、2列目をこうぐるんとね、回さなきゃいけないです。そのためにはまずシートを一番前に出して、このレバーを使います。で、結構ね、勢いよく引くことでシートがね、ゴロンといきますので、ごめんなさい、ちょっとフロントシート今あれなんですけれども、こんな感じでね、3列目に入ります。で、起こすといった感じなんですけれども、このまま3列目に乗りたいときはね、このフックをここにかけると、これが倒れてこないようにね、作用します。じゃあ続いて、今出てる3列目をこの2列目シートの下に畳めるんですけれども、そのちょっと収納をやってみます。まず2列目は一緒です。一番シートを前に出して、これを勢いよく引いて前に転がします。せーの、ゴロンと。この状態です。ここからはですね、3列目。まずシートの、ヘッドレストを畳んで、シートバッグを折ります。よしと。そしたらですね、ごめんなさい、ちょっと自分こっち移動しますね。よしと。ここに紐がありますので、
これを引っ張って前に勢いよく押し出します。いきます。せーの。よいしょと。このような形ですかね。これで2列目をゴロンと起こせば収納した形になります。はい、2列目起こします。よいしょと。完成です。そうしましたら、自分今リアシートに座っていますので、リアシートにね乗っての感想なんかを述べていきたいなと思います。まずね、乗ってみて思うのは見晴らしがいいです。もうこれね、座ればすぐ分かります。2列目が一段高くなっていて、3列目もねもう少し高くなっているような印象です。でこれで見晴らしが良くて、開放感あるのでね、そうですね、快適性に大きくここ関わってきてるなと思います。で、椅子高くなってると言ってもね、もう頭上はもちろん余裕がありますので、そこ問題ないです。それからですね、座面高、フロアと座面の高さの関係なんですけれども、これもね、身長172センチの自分が座って、そんなに、贅沢言わなければね、不足ないぐらいの高さがあって、で、座面の長さもちょうどいいぐらいあるのでね、結構座りやすいです。で、あと、じゃあ乗り心地いってみましょうか。乗り心地は、フロントシートに準じるような乗り心地です。普通にコンパクトカーのリアシートと考えても、そうですね、めちゃくちゃ足がしっとりしている、シエンタ、ごめんなさい、アクアとかと比較すると、ちょっとあるかもしれませんけれども、そうですね。ちょっと今、すいません。ちょっと頭の中で考えちゃいましたけれども、フロントシートに準じる乗り心地。ほとんどね、同じような乗り心地です。3列目はね、ちょっと違いますけれども、これ口述します。で、静粛性。静粛性は、シエンタね、フロントシートが一番いいです。で、2列目もね、そんなに悪くはないですけれども、フロントシートがね、すごくいいので、そこからするとね、そういった表現になっちゃいます。そうですね、リアフェンダーあたりから入ってくる音は、ザーという音がね、サーに近いので、不快ではない音として耳に入ってきます。リアのテールゲートあたりの音はね、ちょっとしますけれども、そのくらいですかね。でね、あと、振動。この車は面白いのが、エンジンの振動ね、3気筒なので振動、あるんですけれども、運転席目立ちます。助手席気になりません。で、リアシートがまたね、今みたいにアイドリングで止まってる時なんか、このちょっとね、振動が、助手席で気にならないんですけれども、運転席と2列目シートで気になるといったところがね、またちょっと面白いんですね。これフロアの弱いところ、強いところとか、エンジンの搭載位置とかが関係してるんでしょうかね。で、じゃあ次3列目いってみますね。3列目は、座面が小さくて薄いので、やっぱりそこからするとエマージェンシー的です。これは収納とか、そういったね、シートアレンジを考えたら、仕方なしといったところなんでしょうかね。ただいいのは、足元をね、2列目シートの下にすごく足が入りますので、ここを狭さは感じないです。本当膝なんかは2列目シートの背もたれに当たっちゃうんですけれども、それでもね、そこの辺は不快感がなかったです。乗り心地とかもだいたいイメージ通りといったところで、多くを望めない場所なんでね、それなりといったところで、静粛性はちょっと後ろのハッチからの音が目立ちますかね。ちょっとね、ハッチ触ってみても、これ G というグレードで中間グレードなんですけれども、ハッチの裏側の処理とかはね、最小限といった感じでした。でね、この辺フリードと比べてみると面白いです。ちょうどね、最近自分たちフリードハイブリッドも乗りまして、で、静粛性で言うと、フロントシート、シエンタの方がいいです。リアシート、ごめんなさい。2列目シート、シエンタの方がいいです。で、3列目はね、なんかフリードの方がよく感じるんですよね。これがハッチの裏の処理の差なのかなっていうのをね、感じています。で、まとめますと、2列目も3列目も見晴らしいいです。で、2列目は快適性もね、その多くの方が期待できるぐらいの快適性は確保されている。で、静粛性もフロントシートに準じてるぐらいの静粛性がある。で、3列目は、足元広い一方で、
シートのね、座面硬かったり薄かったりしますので、快適性トータルとしては、大体そこもやっぱりイメージ通りぐらいの印象です。ハッチの開閉はね、少し力がいりますかね。ただこれちょっとまだ、この車新しくて、オドメーター1000キロなので、使ってれば少し軽くなると思います。ただね、今どうでしょう、自分の身長で手がこのくらい、ここ使ってもいいんですけれども、ここのが力入れやすいので、ボディ触ってね、グッと締めると、ちょっと重いかなといった感じです。最後、ちょっと補足です。シエンタのラゲッジはフロアが特別低いということはないのですが、その分ね、大きなアンダートレイが用意されています。それから、大人の男性でも座れるリアシート座面高と、前の席より一段高くて圧迫感の少ない着座位置。例えば、フリードと比較した場合には、シエンタが勝ると感じたのはこのあたり。それ以外は、フリードが、なかなかに強敵と申しますか、シエンタ目線で見ると相当手強いのかなと。ちょっとね、そっちの方がお高いというのはあるのですが、シエンタとフリードで同じような動画を並行して上げていきますので、よろしければ比較してみてください。あと、チャンネル登録していただけましたら嬉しいです。カタログ的ではない市場レビュー、これ続けていきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。